ヤッホーみんな息してる息しかしてない時もあるです。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。何もない部屋で暮らしています。今日も話していきます。今日は、物の増殖を防ぐためにはどうしたらいいかっていう、そういう話です。先日、作曲の風景の動画を上げたんですけど、PC のパソコンのキーボードで、MacBook のキーボードで、ピアノを演奏しています。で、ちょっと打ち込んだりとかね、ドラム打ち込んだりとかもするんですけど、それでね、やっぱりね、不便は不便なんですよ。かなり使いにくい。で、やっぱり曲をこうデジタルで打ち込むときには、MIDI 鍵盤っていう、キーボードみたいなものが、あった方がやりやすいんですよね。で、非常に危なかった。この間の、ちょっと動画撮った後に、いや、ちょっとキーボードこれ買った方がいいんじゃないかなみたいな、感じになってね。でもなんとか思いとどまったんですけど、でもね、買いそうになってる自分がいるんだよね。キーボードを買いそうな自分、そろそろ買ってしまいそうな自分が。で、MIDI 鍵盤とかキーボードの使い勝手は知ってるんですよ、僕は。というのも、これまで、3台ぐらい買ってます。3台ぐらい買って手放してます。これも結局ギターと同じなんですけど、で、明確な始まりっていうのは、やっぱり自分で曲を作るようになって、で、それまではずっとギターで作ってたんですけど、ギターを一時期ね、やめようと思って手放して、で、そこからその DAW っていうのかな、いわゆるそのデスクトップミュージックみたいな、いわゆる PC の中で音楽を作るような制作スタイルを取り入れ始めたんですよね。で、その頃、ちょうど2019とか18ぐらいだったと思うんですけど、その時に一番最初のちっちゃなミディ鍵盤を一回買ってます。で、それは25鍵だったかな、多分一番小さい鍵盤買ってて、で、その後に2020年に入ってからコロナ禍の時期に、クラシックを学びたいと思って、で、僕のね、先輩というか友人であり先輩でありの方が、ピアニストの方がいるんですよ。でもその方はもう、ドイツとかで本当にクラシック音楽とか音楽を学んで、で、今日本で音楽の先生を、ピアノの先生をしてるんですけど、で、ちょっとその方にちょっとこう、悪ノリでね、誘われてピアノを、そろそろやろうかみたいになって、で、もう一人の友人と本格的にクラシックを習い始めた時期があったんですよ。で、それが2020年です。21だったかな、多分20だったね。で、その時にもう一回ね、88件のフルのキーボード買ってるんですよね。で、しかもものすごい狭い部屋に住んでいて、この部屋と同じくらいの広さだったんですけど、その時に88件を買って、しかもいわゆるそのセミウェイトっていうかフルウェイトみたいなもので、ちゃんと、足はついてないタイプだけど、キーボードの形していて、ちゃんとピアノのフィーリングで打てるっていう風な、弾けるっていう風なものだったんですけど、それを使っていてね。で、結局それから小屋暮らしになるタイミング、で、かつだんだんコロナが明けてきて、家の中にこもらなくなったタイミングで、そのキーボード、ピアノを手放してるんですよね。なんかね、やっぱりその、自分の行為っていうか行いを振り返ってみると、やっぱりこう手放しても買ってしまうっていうものは、やっぱりこう心から求めてるものなんだなっていうことなんですよ。手放しても買ってしまうっていう、それは自分にとってはその音楽機材であり、そしてハイキングギアであり、そして撮影機材ですね。この3つなんですよ、自分にとって。で、多分それは人によっていろいろ違うと思います。だから本当にファッションが好きでとか洋服が好きでっていう人もいるだろうし、その囲碁とか将棋とかそのボードゲーム系が好きで手放しても絶対これはもう一回買ってしまうんですっていう人もいるだろうし、あるいは車とかね、もそうだし、ゴルフのね、道具とかウェアとか、あとはフットサル好きな人はフットサルの道具とか、あとバスケとかね、テニスとかいろいろスポーツありますけど、やっぱりその、なんだろうな、多分その幼少期からの
こう自分の生活スタイルとか、やってきたこととかが結構関係していると思っていて、で、それにはおそらく、ちょっとトラウマ的なところももしかしたら関係していたりすると思うんですよね。なんかそれがその自分がやりたいこと、心からやりたいことみたいなものが、なんかね、あって、で、そういうものっていうのは、なかなかその手放しても結局戻ってくるみたいなことが起きてるんじゃないかなって。自分の生活を振り返ってそう思います。だから本当に僕はその3つに関しては、もう結局手放しても戻ってくるんだよね。自分のところに。こう不思議なもので。まあ結局買ってるのは自分なんだけども、戻ってきてると。自然と、いつの間にか増えてるみたいな。うん。で、まあそれは多分その、正当的なっていうか、まあそういうこう、スタンダードなミニマリズムのスタイルからすれば、そこは、あえて増やさないってとこになるんでしょうけど、僕はそのエクストリームスタイルっていうところで、やっぱりその極限まで減らしながら減らしていると、その必要なものの見極めが結構できるようになるので、そこは削らないっていうスタンスを取ってるんですよね。でもこれが結構難しいところで、その削らないっていう中でも絶妙に自分の中で、これは入れちゃいけないなとか、これは入れてもいいなっていうのがあるんですよ。それはなんか結構難しい感覚で言葉にできないことなんですけど、松本隆弘のビーズのだからギターの松本拓さんのその微妙なそのチョーキングのニュアンスがそのプロフェッショナルなギタリストにしかわからないみたいなそういうニュアンスなんですよね。プロフェッショナルな、まあ、無職のミニマリスト、フルタイムのミニマリストだからこそわかるその絶妙なライン。そう今66個なんだけど、それを67、8、9とあと3つぐらい増やすとどうか。で、外から見ればその3つぐらいの増量ってのはものすごくささやかなことで、全くその圧迫もしないだろうって思うんですけど、なんか自分の中ではやっぱりその66っていうふうに、まあ極限までっていうか、ある程度削られている中で考えるので、その中で結構一つが増えるっていうのが大きな事件になるんですよね。例えば持ち物を500個とか持ってますみたいな人が、一つ持ち物が増えますっていうのは、全然なんか痛くも痒くもないと思うんですよ。うん。なんか象が蚊に刺されるみたいな感じ。なんか気づかなそうじゃないですか。まあもしかしたら敏感な象とかはね、蚊に刺された時に、うわ、足かゆっていう風になってんのかもしんないけど、でもああいうこうダイナソーみたいな、ものすごく象よりも大きい恐竜とかが蚊に刺されたところで、全然その痛くも痒くもないわけですよね。まあなんかそういうイメージです。だから物がたくさんあると、一つ物が増えたくらいでは何とも思わないってこと。でも、物が少ないからこそ何か一つ増えた時に、おっていうことが起こるんですよ。うん。で、まあそれがね、ストレスになるのは良くないけど、それがその人生の刺激とか、生活の張りみたいなものになるのであれば、いいかなって思っていて、で、そういう風になりやすいと思うんですよね。そもそもの総数が少ないと。だから減らしておくってことが大事で、100個以下にしておくと、何か入ってきた時に気づくんですよ。これは結構なノイズなんじゃないかとか、これ実はいらなかったんじゃないかとか、あるいはそれがあることによって、これいいよねって。なんかそういう感じになるんですよね。だからやっぱり増やさないことは大事なんですけど、どうしても増えてしまうと。で、その問題は尽きないってことです。いくら物が少なくなっても。うん。多分、自分がもっと一番エクストリームだったスタイルの時40個ぐらいでしたけど、その時もそうでしたけど、やっぱり尽きなかったし、で、100個以上持ってた時も何か増やすこととか増えることに対して考えていましたね。うん。そういう細かいことを考えてどうすんだっていうのはありますけど、しょうがないですよね。趣味なんでね。うん。ミニマリズムが趣味みたいな感じになってるんで、その中でどうやっていくかみたいなのが結構楽しくて
やっぱり少ない持ち物の中でどういうふうに暮らしていくのかっていうね。で、増減に関して言えば、過去にディドロ効果、ディドロエフェクトっていう話をしてますけど、つまり、これはマーケティングの用語で使われることですけど、最近はね。でももともとはフランスで作家の、ドゥニ・ディドロさんって人がいて、その人が普通に書斎で仕事をしていたんだけど、急に自分が使っているデスクだったかな、最初。いや、ガウンだったかな。なんか服がみすぼらしく見えた。で、それで服を買い替えたと。で、服を買い替えたら、服が新品になったから、なんか仕事ちょっとできそうだなと思って。そしたらその服がピカピカなんだけど、自分が使っている机とかカーテンがなんかみすぼらしく見えた。なんかミスマッチに見えたと。だからテーブルを自分の服に合わせて、いい服に合わせて、いいテーブルを入れようってことで、新しくテーブルを入れましたと。ただカーテンも入れましたと。で、カーテンと今度机を入れたら、今度机の上に乗っている、ランプとかね、デスクトップランプとか、そういうものがまた古く見えてきたと。で、結局その新しい机に合わせて新しいランプを買うみたいな感じで、ディドロさんはそれを繰り返して、部屋の中のものを全て新しく買い替えたっていうね。そういうエピソードがね。これ本当かどうかわかんないですけど、逸話みたいな感じで残ってるんですよね。で、それが、ディドロ効果と最近は呼ばれるようになって、経済、マーケティングの文脈とかでよく使われるようになっている。で、むしろそれは企業が個人に物を買わせるためのテクニックとして使われるようになっているってことです。つまり、あなたが持っているこの服はこれには合いませんよとか、もうちょっとこっちにアップデートした方がいいんじゃないですかみたいなことをね、無意識のうちに圧力をかけられていたりとか、家具とかでもそうですよね。やっぱりミッドセンチュリーみたいな、本当に昔のね、なんかいい家具、ヴィンテージものの本物を仕入れてるような家には、ちょっとその車は似合わないんじゃないですかみたいなね。ちょっと、その、家具はミッドセンチュリーなのになんで車プリウスなんですかみたいな。なんかそういうところで、結局そのヴィンテージのね、ものを勧められたりとか。なんかそういうふうに勧められるっていうよりかは、無意識のうちに自分で何かを更新しなきゃいけない。買わなきゃいけない。なんかもっと全体的に総合的に良くしなきゃいけないっていう気持ちが働くんですよ。人はね、誰でも。だからこそ買わずにはいられないと。そして、買ってしまうとそれが増えていくってことになる。もっと砕けて言えば、ディドロ効果は、芋づる式っていう言葉が合うかもしれないですよね。芋づる式に新しいものが増えていくと。で、これ結構あって、やっぱりなんか物を一つ入れると、それから派生して増えていくってことって結構あるんですよね。いわゆるジャンルとかによってもこれは言えるし、例えばキッチンを考えてみたところで、なんか料理をやりたいって。で、料理楽しいじゃないですか。で、料理ハマりだしたら本当キリがないじゃないですか。で、最初にね、いいフライパンを買うと。そしたら今度、いいトングみたいなものが欲しくなったりとか、あとはそれに合わせて鍋とか欲しくなったりとか。そしたら、またね、包丁。今度は包丁にこだわってみようってことになったりとか。で、包丁にこだわるんだったら、まな板もいいの買わなきゃいけないなとか。で、すごいね、なんか、いい木でできたまな板買ったりとかね。で、そこからもういろんなアクセサリーが無限に出てくると。で、どんどん増殖してくると、一つから。で、今キッチンに例えましたけど、それがクローゼットでもあり得る。洋服なんていい例ですよね。やっぱりそのコーディネートに合わせて、このなんか T シャツにはこの帽子が合うなとか、このバッグにはこのスカートが合うなとか、なんかそういう感じで、どんどん組み合わせで増えていくと。そんな感じ。で、楽器もね、一緒なんですよ。僕がやってるような、その楽器、音楽とか写真とか動画もそうで、やっぱり一つを買うと、それから芋づる式に増えていくってことはものすごく起こるんですよ。で、それをね、それはいつも難しいです。自分も難しい。それはも
なんかトータル7年とか8年とかこういうミニマリズムみたいなことをやってますけど、今でもやっぱり一つのものを買うと、それから派生的に物が増殖していくなってことを実感しているし、で、毎回買うたびにそれを十分自分で気をつけるんだけども、またそれがね、舞い戻ってくるっていうことをずっとここまで繰り返しています。だからその中でいかに増やさないかっていうのは、やっぱりいろいろ考え方はあるんですけど、一つはその物を買うときに、それだけで完結できるものかどうかっていう、それは自分の中で結構気にしているポイントですね。例えば写真とか映像の機材であれば、このカメラとこのレンズの組み合わせであれば、もうほとんどあらゆることに、しかも自分が作りたいものに対して対応できるなっていうバランスを見極めます。とことん見極めます。そういうわけで自分は今、持ち物リストこの間、更新して作ってますけど、概要欄から、ね、ぜひチェックしてほしいですけど、レンズとカメラとマイクっていうその3点セットを、ある意味ちょっと固定化してるんですよ。で、それはその映像表現にとっては良くない場合もあるんですよね。いわゆるそのフレキシブルにいろんなものに対応できるっていうことは、いろんな道具を使えるっていうことでもあるし、いろんな道具を使った方が表現の幅は広がるんですけど、その中であえて自分に有限性を持たせて新しいものを目指していくっていう風な方向性を狙うっていうか、そこを取ることによって、実は少ない機材でもあらゆる場面に対応できる撮影とかができるようになるっていう。だからそこを見極めたりしてるんですよね。で、音楽に対してもそうで、だからこれまでずっとバンドやってきて、僕は実はエレキギターの方がやってる年数って長いんですよ、多分。でも同じくらいかな。東京に来てから結構アコースティックずっと弾いてたんで。でもそれも、そのアコギ一本でやれるっていう素晴らしさってあるんですよね。うん。エド・シーランを見てもらえばわかりますけど、エド・シーランは、アコギ一本でのし上がってきた男なんですよ。だからアコースティックっていうのは、それだけで完結できるので、もちろんそのマイクとか、スピーカーへの拡張性はあるんですけど、アコースティック一本あればそこで音も鳴るし、すべてのことができるんですよね。でもエレキギターっていうのは結構いろんな機材が必要になります。それこそピックがまず必要になって、で、シールドコードっていうケーブルが必要になって、で、アンプが必要になって、で、アンプの途中にかますミキサーだったりとか、エフェクターだったりとか、そういうものが必要になって、で、さらに、室内で練習するんだったら、ヘッドフォンとかが必要になって、で、さらに、ライブハウスとかね、スタジオで練習するんだったら、そこに行くための今度、機材を運ぶ車が必要になって、で、ツアーに出るんだったら、でかいバンが必要になってみたいな、いろいろやることによってものすごく増えていくんですよね、道具が。それは仕方ないことなんですけど、その中でも、だから音楽というジャンルの中でも、機材をなるべく使わなくてできることに取り組むっていう、そこからやっていくっていう感じかな。うん。もちろんね、しょうがないんですよ。ある程度増えるってことは。うん。だから何かやっぱり物事をやるっていうことはものすごくめんどくさいことなんですよね。めんどくさいことであるし、それが人間的なことであるっていうことです。だから実はそのミニマリズムっていう行為は、持ち物を減らして手放して動物的に人間的に野生的に近づいているように見えて、実はその人間的な文化感覚とか文化的な感覚とか、そういうものを失っている、損なっていることに、あえて損なう方向に行ってるのかもしれませんね。それはこれまで人類が作り出してきたやっぱり音楽とか文化とかカルチャーとかそういうものっていうのは、やっぱり動物には成し得なかったもの。それは蓄えるところから始まって、いろんなものを自分で増やして、で、その道具によってあらゆることを生産するっていう、再生産するっていう。そういうプロセスが文化を育んできたわけであって、だから動物に戻るってことはそういう文化を捨て去る行為でもあるとは思うんですよね。だからそういうところにたどり着きますね。だから私は結構減らしすぎてはいけないとかって言ったりもしてるんですけど、
うん。まあそういうところに多分つながってくるところがある。増えるものは増える。ただその中でどうやってあがいていくかみたいなところ。うん。なんかそういうところになってるのかなと。まあ話散漫になりましたけど、まあ今日は自分が、まあ、どういうふうに増やさないか、ものを増殖させないか。まあでもそれでも増えてしまうものに対してあがいていく姿勢みたいな。うん、そういうことを考えました。うん、危ない。結構危ない。もうね、もうキーボードを、もうここまでもう買ってし、もうポチってしまいそうになってるんだけどね、キーボード。うん、もしかしたら、まあ、次、うん、もしかしたらキーボード買っちゃってるかもしれないですけど、まあ今のところはなんとか抑えられてます。皆様は物を増やさないために、どういうふうな努力をしてますか？あるいは努力をしてないですか？よかったらコメントで教えてください。また次の動画でお会いしましょう。おやすみ。